不動産屋さんの階段です。友人が突然亡くなるとショックですよね。お互いまだ若かったらなおさらです。さて、私には霊感のある友人が数人いますが、その中でもかなり強い人が2人います。これはそのうちの一人の瀬川さんが体験した長い期間にまたがる話です。瀬川さんには若い頃ソウルメイトともいえる大親友がいたそうです。その大親友を仮に上野さんとしておきますが、ボランティア活動を熱心にしていた人だったそうです。当時30代だった瀬川さんは車の運転免許を取りに教習所に通っており、ある日講習の予約をしに行ったそうです。教習所のカウンターのところで予約の順番を待っている時、瀬川さんは後ろが気になって仕方がなかったそうです。背後の壁の上の方から誰かが瀬川さんを見ている感じがしました。その時たまたまカウンター付近に設置されていたテレビでボランティア活動中に事故で亡くなった人のニュースが流れてきました。それを見て瀬川さんは思わず一緒にいた子供に良いことをしても亡くなる人がいるんだねと話しかけたそうです。すると瀬川さんの耳元で突然バカという親友の上野さんの声が聞こえました。すぐ周りを見渡したのですが、上野さんはおろか誰もいません。お互い結婚後は少し疎遠になっていましたが、確かに上野さんの声だったので、瀬川さんはすごく奇妙に感じましたが、気のせいではないことが間もなく分かったそうです。帰宅した後に、瀬川さんは上野さんがその日、練炭による一酸化炭素中毒で事故死したことを知りました。瀬川さんは信じられませんでした。あの教習所で声を聞いた時間には、すでに上野さんは亡くなっていたそうです。ですからやはりあの声は上野さんで、同じボランティア活動家が亡くなったニュースを聞いても、自分が亡くなったことに気がつかない瀬川さんに起こったのでしょう。ただ、練炭による事故死ということでしたが、上野さんには高い生命保険がかけられていたので、死因には不審な面があると瀬川さんは言っていました。この死因の謎についてはここでは省略します。瀬川さんにとって上野さんはかけがえのない友人だったので、しばらくは心にぽっかり穴が開いてしまったそうです。そして瀬川さんは毎年必ず命日には上野さんのお墓参りをしていました。ところで上野さんのお墓なのですが、東京の下町の方にあったそうです。当時広尾に住んでいた瀬川さんは地下鉄日比谷線に乗り、美濃和駅というところで降りて毎年お墓参りに行っていました。そんなある年、それは1995年のことでした。また上野さんの命日が近づいてきました。そこで瀬川さんは命日の朝は学校に行く2人の小学生の息子さんたちと一緒に家を出て、地下鉄日比谷線広尾駅のホームで自由が丘方面に行く息子さんたちを見送り、その後すぐ瀬川さんは同じホームの反対側の東京都心に向かう電車に乗って、そのまま下町の上野さんのお墓に行くつもりでした。当日の朝、瀬川さんは早くから起きて、お化粧や髪を整えて身支度を済ませ、家族で朝食をとり、これで何もかも準備万端で荷物とカバンを持って出ればいいだけの状態でした。それでさあ出かけましょうと、子供たちと同時に玄関を出たそうです。そして一歩外に足を踏み出すと、なぜか2歩目が出ないのです。突然全く行きたくなくなったんだそうです。誰かに引き止められたかのような不思議な感覚に襲われました。そこで子供たちには学校に遅刻してはいけないので、いつものように彼らだけで駅に向かわせて、瀬川さんは一旦家の中に戻ったそうです。目に見えない何かに引き戻されたかのように、瀬川さんは出かけるのをやめました。親友の上野さんがまるで自分の墓参りには来るなと言っているかのように感じたんだそうです。予定を変えたことで時間を持て余した瀬川さんは
しばらく家の片付けをして、その後なんとなくテレビをつけてみました。すると、とんでもない前代未聞のニュースが飛び込んできました。地下鉄東京メトロの霞ヶ関駅で、朝の通勤客が有毒神経ガスで多数倒れ、警察消防が殺到し大混乱になっていました。言うまでもなく地下鉄サリン事件が起きたのでした。つまり何の偶然か、上野さんの命日がまさにサリン事件の当日だったのです。瀬川さんは血の気が引いたそうです。というのも彼女が乗る予定だった電車はまさに8時14分にその霞ヶ関駅に到着したそうです。瀬川さん曰く、子どもたちが毎日乗る電車の時間、その直後に来る逆方向の電車の時間から容易に割り出せたそうです。彼女は私に、どう考えても自分が巻き込まれた可能性は非常に高かったと言っていました。もちろん瀬川さんが乗ったであろうはずの電車がドンピシャサリンガスの被害に遭ったかどうかは今となっては分かりません。でもたとえサリンがまかれた電車ではなかったとしても、大混乱に巻き込まれておそらく瀬川さんは墓参りには行けなかったでしょう。私は上野さんの霊が彼女を引き止めたのだろうと思いました。それから5、6年が経ち、瀬川さん一家は夫の生まれ故郷のニュージーランドに移住することになりました。海外ですからもう上野さんのお墓参りはできないので、毎年欠かさず命日には日本から持ってきた上野さんの遺影にお花を添えて彼女なりに供養をしていたそうです。新生活にも慣れた頃、瀬川さんは現地の大学に社会人入学し、その大学にはフェリーを使って通っていました。そのフェリーのチケットなのですが、1枚に10回分セットになっていて、1回乗るたびに降りる際にチケットに車掌さんがパンチで穴を開けてくれるシステムになっていました。それである日、瀬川さんがフェリーから降りようとすると、車掌さんがチケットになぜか2つ穴をパンチで開けたそうです。それで瀬川さんはすぐ、なんで2つ開けたんですかと聞いたそうです。車掌さんは、あなたお連れさんと2人だったでしょうというのでした。私1人ですよとすぐ言ったのですが、頑として2人だったと聞かないので、急いでいた瀬川さんは抗議せず、諦めて大学に向かったそうです。全くしょうがないなとは思ったのですが、気にせずそのまま大学の視聴覚室に入りました。その視聴覚室には、授業や生徒さんを管理するとても感じの良い秘書さんが常に受付にいたそうです。いつも瀬川さんにも笑顔で接してくれて、必ず一言二言話しかけてくれる、とても親切な感じの良い女性でした。ところがその日は、なぜか挨拶しても全く瀬川さんを無視して、じっと下を向いて仕事をしているのです。その秘書さんはどんなに忙しそうにしている時でも、常に感じよく挨拶してくれる人なので、今日は珍しいな、どうしたのかなとは思ったそうです。妙には思いましたが、瀬川さんは席に着いたそうです。するとしばらくして、その秘書さんが愛想のない無表情で瀬川さんに近づいてきたのでした。そしてすぐ隣に来て、瀬川さんにその愛想のない感じで唐突に、日本で縁起の悪いお花って何？と聞いてきたそうです。瀬川さんは唐突の脈絡もない質問で少しぎょっとしましたが、考えた末、多分菊じゃないかしら。お墓に持っていくのが菊の花だから、と答えたそうです。その瞬間、自分で言った言葉にハッとしました。ああ、そうだ、今日だった、と気がつきました。その日は上野さんの命日だったのです。瀬川さんはすっかり忘れていたのでした。きっとフェリーに乗船した時から上野さんが瀬川さんのそばにいて、だからフェリーの車掌さんがチケットに2人分の穴を開けたのでしょうね。そして秘書さんの口から命日を思い出すような質問をさせたのかもしれません。こんな親友に関わる一連のエピソードを話してくれました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。